ちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのワッフルと方眼編みのメッシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。久々編みました。こういう結構シンプルに簡単にというか編めるものですね。本当に糸1種類の糸で糸を変えたりせずに1種類の糸で編みました。ちなみにこちら使用しているのはキーティのオリジナル糸コードを使用しています。新色のライラックです。こんな感じでね、お色が1本の中で色が混ざって、すごいなんて言うんですかね、深みがあるというか、明るくて綺麗な色なんですけど、深みのあるカラーとなっております。で、今ね、結構荷物入れてます。メッシュバッグなので、結構伸びるので、こんな感じでペットボトル、お財布、ポーチみたいな感じで今入れてます。結構ペットボトルが500なので結構重さがあるんですけど、お財布と巾着でこんな感じですね。で、ペットボトル入れるとこんな感じ。結構伸びるけど、そこそこ物も入ります。そしてハンドルはこんな感じで2本になってるんですが、これ肩にかけれる長さになっています。ちょっと今ジャケット着てるんですけど、ジャケットのアームホールでも大丈夫なぐらいの肩掛け感。こんな感じでちょっとラフに肩にかけてお出かけもできるし、手に持って地面につくの嫌なんですけど、地面につかないぐらいの手持ちバッグぐらいの長さで仕上げております。で、こちらのバッグの編み方の特徴なんですけど、まずバッグの底を平編みでこういう四角く編みます。で、そこから模様がつながるように、この引き上げ編みで柄を拾っていって、このまるでそこと一体化しているかのように編んでいくっていうのが特徴です。で、もう一つ特徴があって、このワッフル、そこの部分が全部ワッフルで、結構ギシッと、物も抜け落ちたりしないようなギチッと感で編んでいて、で、このメッシュの部分、で、またワッフルの部分、メッシュの部分は、こういう風にワッフルとメッシュをボーダー状にね、規則正しく並べたっていうデザインになっております。結構ね、シンプルなんですけど、一癖あって、すごい可愛いんじゃないかなと思っております。でコットン系の糸とかで編むと、もう結構どんな糸でも可愛く編めると思います。6号針、これは5号針ですかね。を使って編んでるんですけど、もうちょっと太い糸で6号針だともうちょっと大きくなったりもするし、本当お好きな糸で編んでいただけたらと思います。でも私の一押しはやっぱりこのコードで編んでいただくと、こういう風にやっぱり糸がすごくこれ繊細なんですけど、繊細かつ、このコットンのそやな感じを削ぎ落とした。コットンって結構すっごいカジュアルな感じになると、やっぱ思うんですけど、こちらの糸はシルケット加工っていうのがかかってあるので、コットンの表面の毛羽を取ることによって、結構光沢のある上品な、綺麗なね、糸になってます。こんな感じで。ファッション、こういうちょっとカジュアルなんだけど、どっかしら綺麗めなコーデの時とか、やっぱこういう糸で作った方がすごいコーディネートにもマッチするんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ編んでいただけると嬉しいです。編み始める前にですね、概要欄に糸の詳細道具に使った、あとオンラインストア、こちらキットや糸も販売するので、オンラインストアの URL、あと編み具も販売します。などなど、あとチャプター、目次代わりのチャプターも概要欄に記載しているので、もしよかったら使用してください。それでは早速、編んでいくぞ！本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのギブミーコットンコードの、アイブトですね。アイブトのライラックを使って編んでいきます。使用するかぎ針はこちらの5号針を使用していきます。まずは作り目から編んでいきます。鎖編みで38目編みます。1、2、3、4、5、6、7、9、10と。こんな風にして38目編んでいきます。38目編めました。
でそしたらまずは1段目。1段目はこの作り目に長編みを38目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目。この鎖3目は長編み1目とカウントします。なので作り目の38目がここ。37目にこんな風に鎖1本と裏山を拾って長編みをしていきます。次も同じように鎖1本と裏山拾って長編み。全部で38目長編みを編みます。1段目の38目編み終わりました。それでは次からはちょっとちっちゃく編んでみたんですが、こんな感じでワッフルっぽい模様になるように編んでいきます。見ての通りこの四角のマスの中に長編みが2段分入ってるという感じで、2段で1模様、2段3目ですね、3目2段で1模様で、これがこう連なってできています。ということでですね、まずはバッグの底の部分から編んでいきます。底の部分が平編みで、ちょっとこう、なんて言うんですか、表裏と編んでいきます。1段目、表から編みました。で、2段目は裏を見ながら編んでいくようになります。で、この編み図通りに編んでいくんですが、この長編みの下についたこの丸ですね。この丸の右側が空いている。これが裏引き上げ編み。で、左側が空いているここ。これが表引き上げ編みです。なので、この、偶数段編むときは、裏を見ながら裏引き上げ編みを編む。ということは、表引き上げ編みを編みます。ちょっと複雑なんですが、ちょっと編みながらまた説明します。それでは編んでいきます。2段目、まず立ち上がり鎖編み3目を編みます。そしたら次が表から見た時にこういう裏引き上げ編みになるように編みたいので、裏から編むので表引き上げ編みを編みます。そうすると表から見た時にこういう風に裏側から引き上げられている長編みになります。で、次、長編みを引き上げずに普通の長編みを1目編みます。で、また表引き上げ編みですね。を2目編む。これは表から見たら裏引き上げ編みになります。こんな感じ。で、また普通の長編みを編む。で、表引き上げ編みを2目。で、長編み。表引き上げ編みを2目。そして長編み。こんな風になります。この横にちょっと筋が出て見える。これが裏引き上げ編みで2目続けて編んだと。これを繰り返していきます。こんな感じで図案通りに編みました。それでは次は3段目。立ち上がり鎖3目を編んだら長編みを編みます。で、奇数段は表を見ながら編んでいくので、もう図案通りに編みます。表引き上げ編みを前段の長編みの足を拾う。で、前段の裏引き上げ編みのところに長編み、長編み、表引き上げ編み、長編み、長編みという風に編んでいきます。3段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、表に返して、前段の長編み、裏引き上げ編みに長編み。で、前段長編みを編んだところ、ここの足を拾って、表引き上げ編み。で、次の長編み2目、裏引き上げ編みの部分ですね。は
長編みを編む。2目ですね。で、表引き上げ編み。ここを拾って、こんな風にマス目ができていきます。で、また長編み、長編み、そして表引き上げ編み、長編み、この長編み、長編み、表引き上げ編み、これを繰り返します。で、今の3目ですね。3目とこの先ほど2段目と3段目。これで一模様ができています。3段目編めました。こんな感じでちょっとずつ四角いマスが見えてきます。そしたらまた2段目と同じように裏から編んでいきます。次は4段目ですね。立ち上がり鎖3目、裏引き上げ編み、前段の表引き上げ編みに長編みで、また裏裏、長編み、裏引き上げ編み、裏引き上げ編み、長編み。一緒ですね。2段目と同じように編んでいきます。4段目編みます。立ち上がり鎖3目。で、くるっと返して、またさっきと同じですね。裏から編むので、図案は裏引き上げ編みですが、表引き上げ編みを編む。そして前段の長編みの表引き上げ編みには通常の長編み。で、間違えた。裏引き上げ編みなので、表引き上げ編みを編む。で、長編み。裏引き上げ編みなので、表引き上げ編みを2目編んで、長編み。じゃーん。こんな感じで、マスが出てきます。この裏引き上げ編みにすることによって、この長編みの頭が表に返ってくるので、こういう風にマス目が横にラインが出ると。で、縦のラインは表引き上げ編みで出すと。これがワッフル編みとなってます。これで図案通りにバッグの底をまず編んでいきたいと思います。19段目まで編み終わりました。結構ポコポコと立体感もあって弾力も結構ありますね。それでは18段目まで編んでます。ですので、すいません。19段目からはこの周りをぐるーっと、囲いながら筒状に編んでいきます。こちらが編み図になっております。で、19段目から編んでいくんですが、今ここ18段目編んで、ここで編み終わってます。このグレーの部分がバッグの底の図案。で、この周りを19段目がぐるーっと囲むように、編んでいきます。で、この19段目は前段に習いながら、ここまでで編んだのと同じ柄でまずここ編みます。で、今度この横にこうワッフルの目が出てるところは表引き上げ編みで拾います。で、間2目長編み編んで、次のこのワッフルのネジみたいなところを拾っていくという感じです。で、この角の部分は長編みが2目。で、次、この長編みのこの目、この図案で言うと左から3目目。この長編みの足を拾って2目、長編み2目。で、また引き上げ編み2目、表引き上げ編み2目という風に編んでいきます。で、ここは鎖1本が余ってるはずなので、その鎖に針を入れて編む。で、この角も長編み2目編んでいって、ここもこの鎖3目、長編み1目とかあるとその辺長編み2目というような図案になっていきます。編みながらまた説明します。それでは19段目編んでいきます。まずはこのバッグの底18段目編み終わった状態で立ち上がり鎖3目をする。そしてここまでと編んだのと同じように図案通りに編んでいく。長編み、表引き上げ編み、長編みが2目、そして表引き上げ編みと
まずはここまで図案通り編んでいきます。ここまで編みました。この表引き上げ編み。そしたら、この角の部分は長編みを2目編みたいです。まずこのようにして、長編みを前段の長編みに編みます。で、もう1目はこの立ち上がり鎖3目のこの足の部分を拾って編もうと思います。これで長編み2目。で、今度このワッフルのこの横の目地みたいに見えるところ、なんていうんですかね、目地、タイルの目地みたいな、ワッフルの目地、ちょっとうまく言えないんですが、まあ、こんな感じで引き上げ編みをして、この横のこのちょっと立体的になったところをそのまま横につなげるように引き上げ編みでつなげていきます。で、ここは前段の長編みの足を1段に長編み1目ずつ編んでいきます。こんな感じ。引き上げ編み、長編み、長編み。で、また次のこのライン上に引き上げ編み。こうすることで、この縦と横こっちが縦、こっちが縦ね。このちょっと垂直になってる部分も柄がなんとなくつながって見えるように見えるのではないかと思います。で、また次の長編みの足を拾って、長編みを1段につき1目ずつ。で、引き上げる。はい、こんな感じで編んでいきます。このサイドもこの引き上げ編みまで編みました。そしたら前段のこの長編みの足を、前段じゃない、バックの底の1段目の長編みの足を拾って、今度、この立ち上がり、長編みですかね。長編みですね。長編みの足、長編み。で、この引き上げ編みにつながって3目目ありますね。ここ3目。で、右から2番目に長編みを編んで、3目目にの足をこんな感じで拾って引き上げる。ありますかね。こんな感じになります。で、その続き、長編み2目は、作り目の余ってる鎖1本ずつを拾って引き上げる。で、また長編み。この引き上げ編みまで編んできました。そうしたら長編み1目編んで、ここは1段目、バッグの底の1段目の立ち上がり鎖3目ですね。そこで拾って、ここ編んだ時と同じようにこちら側も編んでいきます。引き上げて、1段につき長編み1目。なので、長編み2目ですね。で、また引き上げて、長編み2目。引き上げ編みまで編みました。そしたら、ここに立ち上がり鎖3目と長編み1目。ここにもう立ち上がり鎖3目は長編み1目とカウントするので、長編みがもう2目ある状態なので、ここをこのように閉じます。立ち上がり3目の3目目に針を入れて引き抜いて、この19段目を閉じます。はい、これでこのバッグの底ぐるっと縁を囲いました。こんな風に引き上げ編みを合わせて入れていくことで、この剥ぎ目がまるでなかったかのようになります。これは特に剥ぎ目ない感じになりますね。はい、それでは20段目を編んでいきます。もう基本的に編み方はこのバッグの底で編んだのと同じです。で、バッグの底は表裏表裏と返しながら交互に編んで、偶数段は裏から編むという形だったんですが、19段目以降はこの筒状に編むので、もう常に表を見ながらぐるぐる編んでいきます。
なので20段目は今度立ち上がり鎖3目を編んだら、この輪っかがね、このくるっと逆向いてるんですよ。これ裏引き上げ編みです。で、このくるっとこっち側、左が空いてるのは間違えた。表引き上げ編み。左側が空いてるのは裏引き上げ編みとなります。なので立ち上がり3目を編んだら裏引き上げ編み。で、長編みを。で、裏引き上げ編みを2目。で、長編み。裏引き上げ編みを2目、長編みという風に編んでいきます。20段目、立ち上がり鎖3目。そしたら次ですね、裏引き上げ編みを編みます。裏引き上げ編み。なので、表は表から拾うんです。で、裏引き上げ目、裏側から針を入れて、長編みの足をそっくり拾って編むと、裏引き上げ編みとなります。で、表側にこの長編みの頭の鎖がぐっと出てきます。で、次は長編み。で、また今度裏引き上げ編みを2目。裏から針を入れて、長編みの足をそっくり拾う。長編みの足をそっくり拾ってしまいます。こんな風に表側に前段の長編みの頭が返ってきて鎖が筋になります。で、次は長編み。この裏引き上げ編み2目、長編み1目を繰り返してこの段は編んでいきます。はい、20段目も編み終わりました。そしたら最初の立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜く。これで20段目が完成です。で、次21段目は19段目ともう同じ編み方。で、この2段を交互に繰り返し、2段を交互というか、2段をこの繰り返しながら編んでいくと、サイドもワッフルの柄ができてきます。こんな感じです。21段目以降の図案ですね。この19、20、19、20と同じ段を繰り返して編んでいきます。はい、21段目。立ち上がり鎖3目。前段の長編み。裏引き上げ編みですね。に長編み。で、前段長編み編んだところを表引き上げ編み。で、前段の裏引き上げ編みのところ2目長編み。前段長編みに表引き上げ編みと。こんな感じでワッフルの目ができていきます。こんな感じでですね、24段目まで編み終わりました。バッグの底からワッフル模様が続いております。で、ここからちょっとメッシュの部分とワッフルの部分とでボーダー状に編んでいきます。こちらが図案になります。今24段目まで編んでいる状態で、次からちょっとこちら側に立ち上がりを移動したいんですね。今までこの模様の中に立ち上がりがあったのですが、そうするとちょっとこう模様がここだけこうちょっと潰れる感じになっちゃうので、ちょうどこの位置に立ち上がりが来るように移動しようと思います。ここからここに移動する感じですね。で、引き抜き編みで1目移動して隣の目に移動します。で、そうしたら立ち上がり鎖3目編んで鎖2目全部でここ5目編みます。で、前段の長編み表引き上げ編みで編みます。で、また鎖2目表引き上げ編み、鎖2目表引き上げ編みと方側編みを編んでいきます。次25段目です。引き抜き編みで1目移動。で、その次の目、ここですね。ここに引き抜いて糸をつけます。で、立ち上がる。1、2、3目。ここにあった立ち上がりがここに移動します。で、鎖3目プラス2目。そしたら長編み、表引き上げ編みを前段のこの長編みを拾って編みます。で、鎖2目。引き上げ編みの表引き上げ編みで前段の長編みの足を拾う。鎖2目。足を拾って引き上げ編み。
鎖2目、引き上げ編みと。ここ引き上げ編みにすることでなんかちょっとこうワッフルの途中がちょっと後ろがなくなったみたいな見え方になるかと思います。これでぐるっと一周前段の柄に合わせながら編んでいきます。25段目最後の2目まで編めました。そしたら立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜きます。でまた次の段も同じように方眼編みを編みます。次26段目鎖3目鎖2目全部で5目で、次の段はこの前段を前段長編みの引き上げ編み編んだんですが、ここは通常の長編みを編んでいきます。12345 26段目ですね。で鎖5目最初編んだら長編み、前段の長編みに長編み、鎖2目、長編み、鎖2目、長編み。はい、こんな感じで方眼編み編んでいきます。26段目も編み終わりました。それでは次27段目で、27、28もまたここまでで編んだのと同じようにワッフルで編みます。ここの編み方はここまでで言うと19、20と同じですね。で、この前段が鎖の時、通常でしたら鎖の部分即ですくうんですけど、今回はちょっと割って編みたいと思います。なので鎖3目編んだら、立ち上がり編んだら長編みをこの鎖を割って編みます。で表引き上げ編みで前段の長編みを拾っていきます。27段目123目編んで鎖を割って鎖1本と裏山を拾います。なんかちょっとピシッと整った感じになるかなと思います。多分この図案的にちょっと方眼の目が四角い目があるので、ちょっと整えた感じでいきたいと思います。で割って長編みを2目編んだら前段の長編みの足拾って表引き上げ編みでまた鎖を割って長編みを編む、このようにして編んでいきます。27段目編み終わるとこんな感じになります。このメッシュの部分と方眼、メッシュ方眼と続いていきます。次28段目立ち上がり鎖3目を編んだら裏引き上げ編みを2目、そして前段の長編み、表引き上げ編みに長編み、これを繰り返します。立ち上がり鎖3目、裏引き上げ編み、裏引き上げ編みで前段の長編み、表引き上げ編みに長編み、そして裏引き上げ編み、こんな感じで編んでいきます。28段目も編めました。そうしたらこの28、27、26、25この4段を繰り返してちょっとこうボーダー状に編んでいきます。はい、42段目まで編み終わりました。こんな感じにワッフルのとこ、方眼編みのとこでボーダー状になってます。で、このワッフルの細い部分は4段全部であります。それではここからハンドルを作っていきます。ちょっと先に片側編んだんですけど、こんな感じでハンドルを作っていきます。このサイド斜めに削って、この中心側は、まっすぐです。で、すべて方眼編みで編んでいて、こんな感じのちょっとこう伸縮性のあるハンドルになります。肩掛けできるぐらいの長さになります。そしたらハンドルの付け位置こちらです。バッグの底がこの底じゃないサイドですね、側面ちょうど2つに折った時にこの側面に当たるのはこのピンクのラインで、このピンクのラインはこのバッグの底のここにつながっています。
ライン状にワッフルが入ってるんですけど、1、2、3、4、下からも1、2、3、4のこの真ん中、ちょうど9段目と10段目の間、ここがバッグのちょうど側面になっています。で、ここを、なんていうんですかね、この2つに折ったサイドとして、ここに糸をつけてハンドルを編みます。で、間1、2、3、4、5、6、7マス開けて、こちらに糸をつけてハンドルを編む。で、この対になったハンドルをもうワンセット編むという風になっております。それではここで編み方紹介します。糸をつけて立ち上がり鎖3目、長編み、鎖2目長編みという風に、基本的にはこの鎖2目と長編みで編んでいて、この右側だったり左側で減らし目をしていきます。そして先ほどの位置に、印をつけたのがこちら。ここがサイドで、サイドになっております。で、ちょうどちょっとこの分かりやすい編み終わりの位置にマーカーをつけてるんですが、ちょっとこれを移動して、この編み終わり、ちょうどここが各段の編み終わりの位置なんですが、ここから2マス開けたところの長編みと全部で、これは1、2、3、4、5、6、7マスですね。1、2、3、4、5、6、7マスのところに印をつけて、この間ハンドルを編んでいきます。バッグ本体の糸が編み終わったら糸カットします。で、この指定の位置カットした後、この指定の位置につけていきます。これでポイントなんですが、糸を2つ折りにして持って引き抜きます。で、通常はこれを1本だけで編んでいって、こちらの糸始末するんですが、ちょっと強度持たせたいなということで、この2本を立ち上がりでちょっと途中まで編みます。こんな感じで2本一気に引き抜いて、これで鎖1目。1箇所でも多分こんな風に鎖になってれば強度増すと思います。2、3目。これで立ち上がりの鎖3目が編めました。でちょっとこんな感じで糸が出てます。この糸はまたしっかり糸始末をします。そして次のマス目に長編み、鎖2目、長編み、鎖2目。こんな風にして方眼編みを編んでいきます。で、ここですが、この立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて、長編み、鎖2目、長編み、鎖2目で、この印の位置で終わりと。はい、これでハンドルの1段目が編めました。1、2、3、4、5、6、7マスですね。こんな感じで編みます。次2段目、立ち上がり鎖3目、続けて鎖2目。で、後方が編みを編んでいったら最後鎖1目で長編み。という風に、もう図案通りに、あとは編んでいっていただけたらと思います。全部でハンドルは21段。これを左右ともに編んでいきます。ちょっとね、左右対称なので、立ち上がり若干違うんですが、この編み図を見ながら編んでいっていただけたらと思います。はい、ハンドル2段目、3、4、5目編んで裏返して、バッグの本体は、ワーミで編んだのですが、ハンドルは表裏と行ったり来たりして平編みで編みます。で、最後は鎖1目で
ちょっとずつここ減らし目をして斜めになるように編みます。ハンドル21段編み終わりました。そしたらちょっと長めに残して糸をカットします。そして長めに残した方にとじ針をつける。そして今こっち側表なんですけど、表側を内側にして2枚を合わせます。で、この2枚をかがって剥ぎ合わせていきます。まずは今手前側に糸が出ている状態。そしたら向こう側の立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れます。で、手前の長編みの頭と向こう側の鎖3目をくるっともう一回。こんな感じ。で、次からは、この内側1本、鎖編みだったらこの鎖の内側1本を拾いたい。その方が繊細に綺麗に閉じれる気がします。こんな感じで内側この長編みだったり鎖編みだったりの内側1本を閉じていきます。こんな感じに閉じ終わったら、これ裏ですね。こっち表です。この内側に糸を入れて、はい、こんな感じで糸始末をします。はい、ハンドル2本とも剥ぎ終わったら完成です。それでは最後にネームをつけていきます。バッグの底、この辺。このワッフルの目が見えてる2番目、ここにつけます。ネームがついたら完成です。重さです。重さは 100g、約3玉で完成です。そしてサイズが横24センチ、高さが20センチで、底が12センチ。そして、ハンドルがちょっと伸縮するんですが、44センチで仕上がっています。いかがだったでしょうか？ワッフルと方眼編みのメッシュバッグ。なんかね、この辺どうなってるんだろうってちょっと思うと思うんですけど、意外と編んでみるとなんだそんなことかって思うと思います。ぜひぜひたくさん編んでいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。